どうも皆さんこんにちは、ふかねです。いつも動画見てくださってありがとうございます。本日はですね、第2回質問コーナーその2ということで、ピアノについて、楽器について、音楽についてとかかなの質問をまとめてきましたので、それにお答えしていこうかなというふうに思います。昨日はパーソナルなこととか活動全体のこととかについてお話ししたので、こちらが気になる方は概要欄などからぜひチェックしてみてください。それでは参ります。ピアノを始めたきっかけは何ですか？私は友達に誘われて始めたのですが、先生と相性が悪すぎて7年やってついに辞めてしまいました。でも、ふかねさんのピアノ聴いてるともう少し続けておけばよかったなと思います。昨日の動画でちょっと言ってたんですけど、上に兄弟がいるので、その兄弟がやってたんですよね。だから自分も幼稚園生になったらやるもんだって思ってましたね。先生との相性がね、大事だっていうのは本当にそうで、小学校から先の先生との相性が本当に良くって、だから先生と相性が悪いのに無理してやることはないと思う。自分で一人でやってみるってことも手の内だし、相性のいい先生を探してちょっと違うところに行ってみるっていうのもありだと思います。練習曲などは何をされてきたんですか？やっぱりハノンとかですかね？ハノンが何かわからないぐらい何もやってないです。ドリルみたいな指を動かすやつをやってたのは小学校4年ぐらいまでですね。やりたくないからやらないって言ったら先生が怒らなかったので、そこから指を動かしたりとかするそういうトレーニング曲みたいなやつやってないですね。10年ぐらいピアノをやってますが、成長したなと実感することがあまりなく、弾きたい曲もさっと弾けないので、やってて無駄なんじゃないかとか、才能ないなと思うことが多々あります。ふかねさんは自信なくなったり、どうしても弾けない曲があった時のモチベはどうしてますか？昔は弾きたい曲とかなかったから先生にこれやろうねって言われたものをただ弾いてたんですけど、なんか途中で難しい曲の方が長く楽しめて楽しいなっていうことに気づいて発想転換をしたので、ちょっと難しめの曲の方がよかろうと今は考えてます。その趣味に何を求めるかっていうのは人それぞれだからあれなんですけど、難しい曲を弾けるようになる時の過程だったりとか、そこで自分は頑張ったから始めたての頃は全く弾けなかったけど結果今は結構弾けるようになってるっていうところ、別にピアノに限らずスポーツだって勉強だってそうだと思うんですけど、そう自分の今ある課題を解決しようと試みたっていう過程なのかなとも思うんですよね。結果が求められる仕事とかだと頑張りましたじゃ済まないけど、趣味とかってそれの練習だと思ってて、自分に今ある課題をどうクリアしていくか、どう見つめていくかっていうことなのかなーって多分思ったりもするので、やってて無駄かどうかは自分の人生においてその継続してることをどう生かしていくかなのかなっていうふうに思います。ペダル踏み替えるところがよくわからないのですが、ふかねさんはどのような時に踏み替えるようにしていますか？これは結構感覚で感性なので人によって違うとは思うんですけど、濁るっていうことになるべく敏感になるといいんじゃないかなって思います。割と頻繁に私は踏みますけど、すねがたまに筋肉痛になります。ピアノ初心者なんですが、基礎練習だけで腕がヘロヘロになります。上手い脱力のコツなどあったら教えてください。基礎練習やってるのが偉いよね。だからね小さい音を出すコツみたいなのを聞かれる時も思うんだけど、小ささの方向を調整するよりも大きい方向ができるようになれば、相対的に今まで出してたものも小さくなってくるんですよね。しっかり力むことができれば脱力することも多分できるようになってくるのではないかなと思うので、しばらく筋トレ期間だと思ってちょっと励んでみてはいかがでしょうか。ごめん、あんまり参考にならないかもしれないですけど。ピアノって1日何時間ぐらい弾いているのでしょうか？日によります。1分も弾かない日もあるし、6時間ぐらい、7時間、8時間ぐらいは弾いてる日もあります。私はふかねさんのピアノ演奏が好きな韓国人の人です。もし音楽が専攻かどうか気になって質問を残してみ。翻訳の日本語ってたまに可愛いことになりますよね。学校で音楽とかを専攻していたかどうかっていうことだと思うんですけれども、そういったことは一切ないので、私はマジで無学です。手が小さくオクターブが届かないんです。何かいい練習方法とかありますか？手が硬くて届かないっていう場合だったら、もうこうやって広げてね、柔らかくするっていう練習をするのがいいのかなって思うんですけど、手が小さくて物理的にちょっともう厳しそうだなっていう時はオクターブにこだわらなくてもいいのかなと思ったりもします。私がね、めちゃめちゃオクターブ使用マンだから申し訳ないなと思うんだけど、オクターブを使わなくても演奏ができるようなアレンジとかもゆくゆくやってみたくはありますね。独学でピアノを始めようと思っているのですが、何から始めたらいいとかアドバイスありますか？多分世の中たくさん初めてのピアノみたいな本とかが溢れてるし、 Amazon とかで気軽に買える時代だと思うので、なんかまずそういうの一冊手に取ってみるのと、それとプラスして自分が弾きたい曲が載っている優しいピアノみたいなやつ、それモチベ用ね、練習用とモチベ用に一冊ずつ本を手に取ったらいいんじゃないかな。
あかねさんは歌の伴奏をやったことありますか？あったら何に気をつけて弾いていますか？何かにつけて合唱の伴奏はやってたんですけど、ピアノだけの発表会と違って自分が主役じゃないので、みんなが気持ちよく歌えるような伴奏を心がけてました。ピアノは何年ほど習っていましたか？いつから始めましたか？その兄にくっついて見に行ってたんで先取りはしてたんですけど、5歳から始めて18か9かぐらいまで通ってました。いつかアコースティックギターを弾けるようになりたいなって思ってるのですが、あかねさんは何を使ってますか？またギターは独学ですか？ギターは独学です。ここにあるやつね。これもらい物なので、書いてあるかな？ SAC03SB らしいです。ギターって最初どうやって練習しましたか？ちょうど歌える高さだったので、スピッツのチェリーを永遠とやってました。ギターを買いたいのですが、ネット通販の安いものを買うべきか、少し高くなっても楽器店で実際に見て買うべきか迷っています。これは今後買う予定があるので触れようかなと思うんですけれども、近くにあるなら楽器店のものを触った方がいいと思います。やっぱり音色とかもそうだし、触って決めたんだっていうことがその後の楽器への愛着にもなるのかなって、これだって思うものを見つけたらいいんじゃないかなと思います。あとそうすると買わなかったギターも触れるから、もし2本目買う時とかにあのメーカーのやつ結構気になったんだよなみたいな、ちょっとこう2になれるんじゃないかなと思っています。あかねさんはギターとピアノの他に弾ける楽器とかあるんですか？触ったことがある、音を出して少し何かしたことがあるのはテナーサックスとドラムです。やってみたい楽器などありますか？全く触ったことないのがベースの類なので、アコースティックのやつでもエレキのやつでもいいんですけど、ベースはちょっとマストだな、やらなきゃなとは思ってますね。ドからシの中で一番好きな音は何ですか？ドのシャープ。初めて耳コピした曲を教えてください。ピアノやってた父が主よ人の望みと喜びよっていう曲を弾いてて、それのメロディーラインをドレミで言うっていうことはしてましたね。楽譜を起こすための勉強は何かしましたか？なんかこれはこうつどつど話してきてるような気がするんですけど、楽譜とは犬猿の中でずっとやってきておりまして、手書きで書けって言われたらだいぶだし、初見の楽譜読めって言われてもだいぶできないんですよね。今その使ってるミューズスコアっていうソフトは再生してくれるので、聞いて間違ってたらすぐわかるんですよね。それを触るようになってやりながら勉強したっていう感じです。曲決めはどうやってますか？最初の方はなんか数字とか気にして選んだりしてたこともあったんですけど、最近はもう本当に単純に好きな曲、やりたいな、やってみたいなって思った曲、面白センサーが働く方向で、これやりたいなっていうのを独断と偏見で決めてます。私は人前でピアノを弾くと足がガタガタ震えます。あかねさんは緊張せずに弾く方法などありますでしょうか？もう緊張した状態で本番を迎えちゃって、今から何をするかといえば、もうシーラね、楽しいって思ってやるしかないかなって。ミスって終わっても、めっちゃうまくいって終わっても、終わるもんは終わるから、開き直ってやるようになってますね。あかねさんは一つの曲を耳コピからアレンジして完成させるまでにどのぐらい時間がかかりますか？これね、動画にします。2019年バージョンで動画にしますって言ってね、だいぶ経っちゃってるんですけど。集中がどのぐらい続くかとかにもよるんですけど、日数としては詰めたら3、4日かな。すごく難しい曲とか長い曲とかってなってくると1週間とかかかることあるんですけど、だいたい平均して3、4日ってところですね。13年前にピアノを弾き始めましたが、全く改善していないと感じたので数年前にやめました。あかねさんの動画はいつも私を感動させるので、もう一度ピアノを弾きたいです。あかねさんがピアノを弾きながら常に楽しんでいるので、あかねさんの秘訣を知りたいです。ちょっと意訳しちゃったんだけど、多分翻訳して送ってくださった方なのかなと。ピアノを楽しんでる秘訣ですよね。楽しくない時はやらないことです。ピアノ教室に通い続けてた頃って週に1回教室に行くんですけど、行く時しか弾かないみたいなのも結構何年もありました。もちろんね、本番が控えてたりとか、この時までにこの状態にしておかなきゃいけないって時はもちろんやる気がなくてもやらなきゃいけないのかもしれないけど、趣味ってそのコントロールはできるじゃないですか。本番やりたくないならやりたくないって言って出ないことも可能だし、中高は特にほとんど家で触ってないって言ってもいいぐらい触ってなかったです。管楽器で好きな楽器とかありますか？吹けないから気軽に聴けて何でも好きなんですけど、結構ホルンの音とか好きですね。あかねさんが思うピアノの良さについて語っていただきたいです。押せば鳴るってことじゃないですか。ギターとか吹く楽器とかっていい音を出すのに結構訓練が必要じゃないですか。ピアノって押せば誰でも大体同じ音になるんですよね。あと音の高さ、高い低いっていうのが結構見て分かりやすいのが単純な理由なようで大きな要素なのかなって思いますね。個人的にはギターの方が好きなんですけどね。あかねさんが思うピアノをやってて良かったと思うところと、ピアノやってて大変だなって思うところは何ですか？
良かったなって思うところはもう間違いなく今こういうことができてること。大変だなって思うことは、ネイルやりたい人とかっていうのは多分ちょっとピアノと並行できないんじゃないかなって思うのと、最近気づいたんですけど、よく使う指が短くなってるんですよ。人差し指がね、右の方だけちょっとだけ短くなってるんですよ。やべえなーって思ってます。最後の質問ですね。10年後も音楽を続けている自信がありますか？これはこういう活動をする前からずっと周りに言ってきてるんですけど、音楽やめるわって言ったら多分自死が近いと思った方がいいって言ってて、始めるとかやめるとかいう問題じゃもうないんですよ。19年もやってるとさすがに。ライフワークっていう言葉が多分一番いいと思うんですけど、最初はさ、練習も嫌ですごいなんかピアノなんか何くそって思ってたし、まあ今でも別にピアノはそんなに好きじゃないんですけど、でもなんだろうな、音楽をすることっていうこと自体の楽しさを相性の良かった先生から教えてもらってるので、楽しいことなんですよね。遊びなんですよ、結局どこまで行っても。仕事でもあるんですけど、遊びでもあるので、遊ばない人生になるってことなんですよね。それを多分やめるってことは。めっちゃでっかい人生の遊びを失うってことだと思うので、ずっと最後までやると思いますね。はい。というわけで音楽編でございました。皆さんの疑問は解決できたでしょうか？また次回があればそちらの質問コーナーでお会いしましょう。たくさんのコメント、質問ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。